はい、今回はフェラーリの F310 パート2、シューマッハのドライビングの分析第2弾ですね。前回に引き続きまたシューマッハのドライビング見ていきたいと思います。シューマッハは自分のドライビングについてこう言ってます。どんなタイプのマシンでも、どんなタイプのサーキットでも、どんなコンディションでも、そう時間をかけずアジャストすることができるのは自慢できるところかな。すごい簡単に言ってますけど、ものすごいこと言ってますよね。でもシューマッハだから説得力がありますね。どんなタイプのマシンでも、以前の動画で紹介しましたけど、ルノー V10 を試すために、リゼのマシンに乗っていきなりパニスよりも一番速く走った。そんなこともあって、もう証明されてますよね。リゼの車に乗った話はね、今日また一番最後に紹介します。とにかく適応能力が高いシューマッハなんですけども、どのように適応能力が高いのか、細かく見ていきたいと思います。シューマッハのライン取りは、定石を逸脱したようなラインを通ることがある。例えば、コーナーの最も外側をあえて外したポジションからターンインする姿がしばしば目撃される。僕のライン取りをレースの始めから終わりまで観察してもらえればわかると思うけど、1ラップだって他のラップと同一のことはない。理由はタイヤのグリップレベルが変わっていくこととか、マシンの挙動が燃料搭載量によって変化することとか、あるいはオーバーテイクするチャンスを探っていることもあるだろうね。いわゆる理想的なライン上にバンプがあれば、マシンをできるだけ揺らさないような別のラインを通る。挙動が安定するからブレーキングを遅らせ、より速いスピードでターンインすることができると言ってますね。シューマッハはセオリーから外れたようなラインを通ったりっていうのは確かにありますよね。で、実際に私2002年に鈴鹿で F1 観戦した時に予選しか見れなかったんですけども、短い予選の間でもシューマッハが必ずしもセオリー通りのラインを走んないんだなっていうのは思いました。一番最初私はヘアピンで見てたんですけど、ちょうどこの今の画像、これヘアピンに入ってくるところだと思うんですけど、シューマッハは結構真ん中寄りのとこから入ってくるんですね。要するに目いっぱいアウトインアウトをするわけじゃなくて、真ん中辺からイン側に入って、で立ち上がっていくっていう感じでしたね。他のドライバーたちよりもヘアピンに関してはなんか窮屈そうなラインを通ってんですけど、でも速いタイムで走ってました。とにかくシューマッハはいつもセオリー通りのラインを通るわけじゃないと。で、この一番最後に言ってるように、車が揺れないことが最優先だって言ってますね。最短距離を通るよりも車が揺れないでハイスピードで通過できるラインがあんだったらそっちを使うってことですね。テクニカルな面にも強いシューマッハ。ディフューザーに排気を吹きつけることでダウンフォースが100キロ相当増大することも理解している。ロス・ブラウン。だから彼はコーナーの中ほどから先で安定の良いセッティングをしようとするんだ。こうすればスロットルを開けられる時間が伸びて、その分増すダウンフォースを活用できるという寸法だ。せいぜいハーフスロットル程度しか踏むことのできないドライバーは、このボーナスにありつくことはできない。シューマッハが速い一番の理由はこれだと思うんですよね。彼はいろんなドライビングテクニックを使いますけど、でも結局それが実際ラップタイムに対してどこで速さが出てるかっつったら、この排気ディフューザーを強く効かせることによって他のドライバーよりも強いダウンフォースを得ていて、他のドライバーよりも速いコーナーリングスピードで立ち上がって加速していける。つまり車が走って空気にぶつかって生み出されるダウンフォースじゃなくて、彼のドライビングテクニックによって生み出されるダウンフォース量が他のドライバーより圧倒的に多いから速く走れるってことだと思いますね。で、もっと具体的な例を言うと、この96年、シューマッハはフェラーリに来て、ベネトンにはアレジとベルガーが行きましたよね。だけど、アレジもベルガーも全然速くなかったですよね。おそらくシューマッハのように素早いターンインをして、その後は排気ディフューザーを効かせられるようなアクセルワークをしながらコーナーを立ち上がらないと、シューマッハと同じダウンフォースは使えなかったからだと思いますね。で、ベルガー、アレジはそれができなかったんだと思います。そこでも、シューマッハが速い理由はこれだっていう、証拠になってると思います。で、次はちょっと話題が変わって、ギアシフトのやり方も、シューマッハは定石破りだ。鈴鹿 S 字の最終左コーナーは、
ほとんどのドライバーが4速リミッターまで加速、5速にシフトするのに対し、シューマッハはコーナーに取り付いた頃には5速に入れてしまう。これはなぜか。実際に皆さん映像を見てほしいんですけど、一番わかりやすいのが YouTube で見てたら、1999年のシューマッハの鈴鹿の予選アタックでした。S 字曲がってって一番最後の左コーナーで、普通のドライバーは4速で目いっぱい引っ張って曲がりながら5速に上げるって感じなんですけど、シューマッハはギアをその手前のスピードが落ちたところからいきなり3、4、5って素早く上げちゃうんですよ。加速は鈍っちゃってるように見えます。で、それはなぜかってことなんですけど、それはあのコーナーでは低いギアでリミッターが効くまで引っ張るとマシンの挙動が不安定になるからだよ。このコーナーなら僕はエンジンパワーを幾分犠牲にしてもマシンの安定によるメリットを取るね。ということなんですね。とにかくシューマッハはさっきのライン取りしかり、このギアシフトしかり、マシンの安定性を最優先にしてますね。安定性っていうのは車の姿勢が乱れないことです。それはイコール車体の安定したダウンフォース。あと先ほど言ったように排気ディフューザーが安定して効くようにということ、そちらを優先させる方がラップタイムには有効だということだと思います。で、以前もちょっと紹介したシューマッハがリジェのマシンをテストした時の様子を今回はもっと長く紹介したいと思います。ここにもシューマッハのドライビングの答えがあります。オリビエ・パニスはこう言ってます。シーズンオフにエストリルでミハエルがリジェのマシンで数周走ったんだ。彼は僕より1秒早かった。その後僕は彼のテレメトリーデータをじっくり観察してミハエルがどうやって速く走ったのか研究したんだ。それで分かったんだよ。はい。前回の動画で、コメントいただきましたけど、これでパニスはシューマッハのドライビングを研究して、1秒だか1秒半速くなったってコメントくれてましたけど、これパニスは儲かっちゃいましたね。ミハエルのは非常にソフトなドライビングなんだ。彼のスロットル調整は奇妙でね、カーブではとてもソフトなんだ。そのためにカーブでマシンの挙動が安定するんだろうね。たびたび紹介している通り、とにかくコーナーリング中のシューマッハのアクセル調整は非常にソフトだと。繊細なんでしょうね。普通僕らはカーブでハードブレーキングしてマシンのノーズが下がるんだ。それから思いっきり加速するからまたノーズが上がる。普通に考えてこれ当たり前の話ですよね。F1 っていうのはレースしてるわけですから、思いっきりブレーキをして思いっきり加速していきますから、激しくノーズダイブもするし、加速の時はノーズが持ち上がるわけですよ。だからデリケートな調整が必要なエアロダイナミクスに影響が出てしまうんだ。でもミハエルのアプローチの仕方ではそういう悪影響が出ないんだろうね。やっぱりシューマッハは車を揺らさないようにしてるんですね。あんだけ速く走ってんだから、ノーズダイブもフロントのリフトも激しく起きてるような気がするんですけど、そんなことはないんですね。とにかくそれを起こさないように走る、空力を安定させるというのがシューマッハなんですね。これは普通は真似できないなってやっぱり思いますよね。ハイスピードでターンインしなくちゃいけないし、繊細なアクセルワークをしながら、排気ディフューザーが効くようにして、しかもステアリングはそのオーバーステア気味に曲がってる車体をコントロールさせながら、だけど車を激しく揺らしちゃダメだっていう、そう考えると先ほど話した通り、アレジもベルガーも同じことができないわけだなと思いますね。こんな感じでシューマッハには早く車を走らせるためのドライビングスタイルがこうやってあるわけなんですけど、だけど状況によってアジャストできる能力、それもとにかくハイレベルだと。両方を兼ね備えない限りシューマッハには勝てないってわけですよ。やっぱりこの当時シューマッハが一番早かったわけですね。ただこのずっと後ですけど、一回引退してメルセデスに戻ってきたら全然速くなかったっていうのはどういうことなんでしょうね。まだ私解明できてないんですけど、この時彼が使っていた理論が全然通用しなかったってことなんでしょうね。ちょっといつ解明できるかわかりませんけど、はい。解明できたらご紹介したいと思います。はい。今回の動画はここまでです。はい。毎度皆さんコメントありがとうございます。高評価も押してくれてありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。はい。前回もね、私の知らない情報とかコメントでいただいたりして、
大変助かります。まあ、こんな感じで皆さんで楽しんでいければなと思います。はい。じゃあまたよろしくお願いします。